こんにちは。今回はこういうバッグを編んでみようと思います。こちらの方はスワン糸を使って模様編みはジャーマンシェルステッチっていう編み方になります。ダイソーの底板にこの金具ですね、底鋲をつけてちょっと高見えするかなと思います。そしてこの、入れ口のところは中身が見えないようにこういうフラップっていうんですかね、こういうものをつけています。で持ち手の方もこちらは100円ショップのもので内布、そしてポケットもつけています。こういう形で編んでいきます。こちらは黒で編んだんですけれど、ちょっと編み目がね見にくいと思いますので、今回は別の糸で編んでいきます。このね編み方ジャーマンシェルステッチは以前にこちらね膝掛けを編んでいるんですね。この時はこのシェルのこの山の中に、長編みを斜め入れているんですね。で今回はスワン糸で編みますので、この一つの山に斜め入れるのはちょっと大変なので、5目シェルになっているところは長編みを5目入れるっていう形で編み進めていきたいと思います。編み図で説明していきます。こちらの方が、底板になりますね。そしてこういう感じで穴が開いています。最初は底板に細編みを編んで作り目をしていきます。どこからでもいいんですけれど、ちょっと私はここからしてしまったので、ちょっと編み図の方も縦になりますけれど、ここから、針を入れて、最初は細編みを2目編みます。そして次の穴から1つの穴に2目ずつ細編みを編んでいきます。角に来ましたら1つの穴に3目入れます。この4箇所は3目入れることになります。ぐるっと回ってきてこちらへ戻ってくるんですけれど、最初は2目だけ入れていますので、最後に1目細編みを編んで、この真ん中の目ですね、編み始めのところに引き抜き編みをして、最初の作り目を終了します。1段目に行きます。1段目は今編んだ、細編みにそれぞれ、中長編みを編んでいきます。今ここから、糸が出ていますので、ここから編み始めていきます。中長編みですので、鎖編み2目で立ち上がりを入れたら、同じ目に1目中長編みを編みます。次の目からは1目に1目ずつ中長編みを編んでいって、角の目はここ細編み3目入っていますので、真ん中の目に中長編みを3目入れる、こういう形でここで、増し目をします。同じことをしてぐるっと一周回ってきたら、ここは最初2目しか入っていませんので、もう1目中長編みを編んで、そしてここに引き抜き編みをします。これが1段目になります。こちらの方が先日ダイソーの底板に底鋲をつけたものになりますね。こちらを使います。長方形のものになりますね。糸の方はこちらね、スワン糸を使いたいと思います。スワン糸の色番の方が113番のシルバーセージ、こちらの方を使おうと思います。途中で2段ほどね色を変えたいんですけれど、その色がこれにするかちょっと黒にするか迷ってるんですけれど、オフホワイトかブラックですね、これとこれにするかこれとこれで明るくするかっていうことなんですけれど、ちょっと途中編んでからね考えようかなと思います。持ち手ですね。今回はカバンハンドルということでダイソーで購入しましたメタルの分ですね。こういう輪っかのもの、これが今売ってるかどうかちょっと分かんないんですけれど、こちらが前に買った分が残っていますので、これを使おうと思います。お好みの持ち手を使ってもらえたらと思います。バッグの底板はこの形ですね。17.8×8 センチのもの、こちらです。こちらね、底鋲をつけたもの。そしてかぎ針の方はこの穴に入らないといけないので、スワン糸にはちょっと細いかなと思うんですけれど、6号で編んでいきたいと思います。あとお好みで、裏地をつけようと思ったらお好みの布ですね。こういうものもご用意ください。印をつけるのに少し多めにマーカーを用意しておきます。そしてとじ針の方ですけれど、この穴がなるべく大きいものを用意します。スワン糸はね通りにくいですので、大きいとじ針の方を用意しておきます。これは今回初めて使うんですけれど、スワン糸の方はこういう感じで、袋からピュッと出ていますので、これを直接使います。こう開けるのはいいんですけれど、こうバッと、袋からね糸を出さないでこういう形で使っていきます。
途中出てこなくなることがあるので、そういう時は切らないとしょうがないですよね。はい、少し切ってこの絡んでるところをほぐしてあげます。最初のうちはねこういう感じで、はい、絡んでることがあるんですけれど、だんだん使っているうちにねこういうことも少なくなってきます。糸端ですけれど、このバッグの周囲の長さですね、それの4倍の長さを残しておきます。2つに折ってたどっていって、ここが4倍のところですね。あとこの穴のところを隠していくのにこれを使いますので、この状態から始めていきます。はい、ここからスタートです。はい、細編みを編んでいきます。糸の後ろから針を当てて1回転させて結び目を作ります。はい、底板に編み付けていきます。この角のところから編もうと思います。編む面ですけれど、こちら側ね表になる方から編んでいきます。はい、結び目を作った状態で、はい、角の穴に針を入れたら糸を引き出してきて細編みを編みます。これが1目目になります。はい、もう1目角に細編みを編みます。はい、角には細編みを3回入れます。真ん中から編み始めたことになります。最後もう1目細編みを編んでこの目につなぎます。はい、2目入れたところから始めます。まっすぐのところは細編みを2目、そして角のところは細編みを3目編んで、はい、作り目をしていきます。はい、まっすぐのところは細編みを2目編みます。はい、こういう形で今2目ずつまっすぐのところを編んできました。角に来ましたので、角は細編みを3目編み入れます。1、2、3ですね。はい、そしたらこちら側へ行きますので、また、穴に細編みを2目ずつ編んでいきますね。ここは2目ずつ、そしてこの角のところは3目、そして2目ずつ編んで、はい、最初のところへ戻ってきます。はい、こんな感じでぐるっと回ってきました。最後の穴ですね、ここに針を入れて、ここは、はい、2目入れるところになりますので、細編みを2目、よいしょ、編みますね。はい、そして、編み始めのところは細編みをここね2目入れていますので、残り1目を、はいはい、編んで、残りの細編みを編んで、そして最初の、はい、目ですね、今印を外した目になりますけれど、ここに、はい、引き抜き編みで、はい、つなぎますね。はい、そして目を、はい、引き抜き編みの目を締めておきます。はい、ちょっと目を休ませておいて、今度はこの穴の、はい、始末をしていきたいと思います。はい、で、こちらの手前の方に、編み目がこう倒れていましたら、こう外へねこう戻してあげてくださいね。こんな感じです。そして途中この、糸がこう上にこうねじれてたりするんですけれど、こんな感じでね、はい、そういうところはこう直してあげて、はい、編み目がきれいになるようにしておきます。はい、そしたら穴の始末をしていきます。外周の4倍を残していた糸がこの裏にありますので、この糸を編んでいきます。はい、こちらの糸は休ませておきますね。はい、ここきついですけれど、かぎ針を入れてこの裏にある糸ですね、これを引っ掛けて引き出してきます。こんな感じですね。はい、で目を閉めて、引き抜き編みでずっと一周していきます。次の穴に入れて糸を取ってきます。そのまま引き抜きますね。こういう感じ。ここに入れて糸を取ってきて、
そして引き抜く。こういうふうに回っていくとここの、今ね穴が開いている部分を隠すことができますので仕上がりが綺麗と思います。取ってきてこういう感じですね。はい、そしたらぐるっとね一周回っていきます。はい、そしたらこんな感じでここからスタートしてぐるっと引き抜き編みで一周してきました。ここで最後になりますので一旦糸を引き出してそしてとじ針で始末をします。はい、とじ針の方にスワン糸を通すんですけど、これちょっと最初の塊があるのでちょっとカットしておきますね。はい、ここに通すんですけれど、毛糸とかのようにこのように折り曲げてこう入れることはなかなかできないですので、この、はい、糸を縦にこのように沿わせます。で人差し指でこうぐるぐるぐるっとしてあげたらここからこう出てきますのでこんな感じで糸を通します。はい、そしたら最後はこの最初のところとこうチェーンつなぎをするようにして糸始末をしますのでこの2本をこういう感じですくいます。はい、そしてぐるっと一周こう回して今の同じところですね、ここへ戻して裏側に出します。はい、こんな感じで、ここの角の部分が自然になったかなと思います。あとは裏側で糸始末をしますので適当に糸をくぐらせて糸始末をしていきます。はい、スワン糸の最後の、糸処理の仕方ですね。はい、糸を5ミリから1センチぐらいこう残してカットをします。そしてこのままでしたらこうほどけてきますので、スワン糸はリリアン状になっていますのでこの先がねピュッと引っ張っていくとほどけてきますのでここを焼いて、はい、留めておきます。ライターですね。これはセリアさんで買ったものになります。これ便利ですよね。はい、火をつけてこの先をそしてこう金の部分を使って押さえておいたらここでくっつきますのでこんな感じにしておきます。はい、そしたら続きを編んでいきます。針を戻します。次は中長編みでぐるっと一周回ります。そしてこの角のところは細編みが3目入っていますので真ん中の目ですね、ここに中長編みを3目入れて増し目にします。はい、今引き抜いた目が真ん中の目になっていますので、はい、立ち上がりは鎖2目ですね。そして糸をかけて中長編みをまず1個だけね編んで、はい、編み始めのところはこんな感じにします。はい、最終はこの中長編みの鎖2目目ですね、ここに引き抜くようにします。最後もう一目中長編みを編んで真ん中の、中長編み3目という形にします。はい、次からは1目に1目ずつ中長編みを編んでいきます。こうですね。はい、角のところに来ました。角はこう3目細編みがありますのでこの真ん中の目ですね、ここに3目、中長編みを編みますのでまずここは1目ですね。はい、そしてこの目に3目中長編みを編みます。1、2、3ですね。はい、角の部分だけ、はい、3目入れて増し目にして、はい、残りは1目に1目ずつ中長編みを編んで最後のところまでいきます。そうしましたらこんな感じで中長編みでぐるっと一周回ってきました。はい、最後の目をここで編んでいます。そして最初の、ところは、2目しか入れていませんのでもう1目中長編みをここの目ですね、ここに入れて、はい、取ってきますね。そして中長編みを編んでそして最初の目よいしょ、最初の目が今印が入っていったところになりますので、はい、立ち上がりの2目目
ここを入れますね。立ち上がりの鎖の2目めに引き抜き編みをして目を締めておきます。はい、これで、中長編みで1周回ってきました。はい、次の段で、ジャーマンシェルステッチの土台の目を作っていきたいと思います。はい、今、目数の方が100あるんですね。模様の方がこれね、はい、側面が3つ、そして前が、はい、12345ですね。そしてまたこっちの方が側面が3つっていう形になります。はい、なのでこれのここにこう3つ作りますね。そしてこちら側、はい、広いところは6個山を作っていくっていう、はい、印付けをしていきたいと思います。はい、2段目からは、ジャーマンシェルステッチを編んでいきます。ジャーマンシェルステッチは、2段で一模様になりますので、最初の作り目をするという形になります。はい、今ここから、糸が出ていますので、鎖編み3目で立ち上がりを入れます。はい、さらに、鎖を1目編んだら同じ目に長編みを1目編みます。はい、こういう形で V の字を作っていく形になります。はい、次は1目飛ばしたここの目ですね。ここに、はい、長編みと鎖と長編みを入れます。次は2目飛ばして、ここに V の字を作っていくっていう形になります。はい、この目数の方と、ジャーマンシェルステッチの、一模様の目数が少し違いますので、 V の字を編む時に印をつけていたらいいと思います。大体は2目置きなんですけれど、この辺りですね、はい、1目置きになっているところもありますので、はい、注意します。この横の短い方に、V の字を5個作ります。そしてこちら側ですね、はい、長い辺のところにはこの V の字をこれ11個作ります。はい、ここもだいたい2目飛ばしでいけるんですけれど、この最初のところだけ1目飛ばして、次からは、はい、2目飛ばしてから V の字を入れるっていう形で、はい、目数の方は合うと思います。はい、この辺りだけねちょっと調節する目が出てきます。はい、そしたら3段目に行きます。ぐるっと回ってきて息抜き編みをしましたね。はい、3段目はこの V の字の真ん中から編み始めますので、ここに底に入れてまず細編みを1目編みます。はい、そしたら次のこの V の字のところに底に入れて長編みを5目編みます。はい、そして次の、はい、V の字のところに細編み、次のところは長編み5目、次は細編みという形で同じことを繰り返していきます。はい、角のところも同じ形で繰り返します。はい、ぐるっと回ってきたらここへ戻ってきますので、この細編みに引き抜き編みをして、はい、3段目がおしまいになります。はい、今ここの立ち上がりのところですけれど、これが最後に編んだ目、そして引き抜き編みをしていますので、ここに1目がありますね。立ち上がりの目、そしてこの長編みの目がここにあります。はい、でこの、はい、引き抜いた目、ここの部分が角になりますので、はい、それぞれの角のところですね、角の中長編み3目入っている真ん中の目、ここですね、こう3目ある真ん中、ここでしたらこの3目ですね、それの真ん中、3目の真ん中の部分ですね、ここに、V の字を作って土台の目を作っていきます。はい、この4箇所は、はい、間違わないようにします。そしてこの、短いところに山を3つ、そして長いところに山を6個作っていきます。はい、ジャーマンシェルステッチの土台の目をこう、ね、V の字で編むんですけれど、その、入れるところを印をつけていきます。はい、今ここに印が入って、この1目を飛ばした次の目、ここに入れます。はい、そして次は2目飛ばしたこの目、はい、次も2目飛ばしたこの目、次も2目飛ばしたこの目、最後は1目飛ばしたこの目、こ
れちょっと同じ色なので分かりにくいですよね。角の色は変えておきますね。はい、こことここが角の目ですね。そしてこの5箇所を、土台の V の字を作る目っていうことにします。はい、なので下は、はい、1目飛ばしてたり2目飛ばしてたりしているんですけれど、はい、土台の部分なので、編み上がった時にはそんな気にならないと思います。そしたらここの部分を、はい、印つけますね。これもちょっと端の目は角の目はこのピンクにしておきますね。そしてここのところに11箇所と V 字に編むところがありますので、はい、そこの部分を印付けしていきたいと思います。角の印から1目飛ばした次の目、ここ、そして次は2目飛んだ次の目、この辺りはずっと2目飛ばしていきます。ここですね。1、2飛ばした次の目、こういう形にしていったら1234567891011、はい、11個印がつきました。はい、ここのところは、2目飛ばしていきながらで、はい、全部目数の方が合いましたので、ここだけ1つ飛ばしにして、あとは2目飛ばしでこの角のところまで来ましたね。ここを印をつけて2目飛ばして角に来たという形になります。こんな感じで印をつけておきますね。はい、印つけなくても分かるようでしたらそのままで編んでもらったらいいと思います。印をつけたところを V の字に編んでいきます。はい、まずはこの真ん中のところからになりますので、鎖3目で立ち上がりを入れます。そしてさらに鎖を1編みます。この3目目、ここが最後引き抜くところになりますので印をつけておきます。はい、糸をかけて同じ目に入れます。ここのところですね。角の目になります。ここですね。ここに入れて長編みを編みます。はい、こういう形で長編み2目と鎖1の V の、はい、字を作っていきます。次はここへ入れますね。糸をかけてここに長編みを編んで鎖を1、そして同じ目のところに長編みを編みます。はい、こういう V 字を作ります。はい、次はこの印のところに同じ編み方をします。糸をかけてここですね。はい、長編みを編んで鎖を1編んで、そして同じところに長編みを編む。同じところですね。はい、一つの目にこういう形で V の字を作るようにして入れます。V の字になっている長編みと長編みの間には鎖が1目入ります。で次のところに行くここの部分には鎖が入りませんので気をつけます。はい、そしたら角のところに来ましたので、この、はい、ここも今までと同じように、はい、V の字を作っていきます。長編みと鎖1と同じ目に入れて長編みですね。はい、もう筒型に編んでいくようにしますので、ここは増し目っていう形ではなく、はい、模様編みになっていきます。はい、今度はこちら側を編んでいきますので、印のところに、はい、長編みと鎖1、そして同じ目に長編みっていう形で V の字を作りながら、はい、ぐるっと一周回っていきます。こんな感じですね。はい、だんだんこちらの方へね、こうすぼまっていきます。でここ編んだら、ここは今と同じようにして、そしてこちらの方もこっちと同じように少し目数の方をね調節しながら、5箇所で V の字を作るようにしていきます。でこちらこの側面の部分は11箇所で V の字を作るようにして、はい、多少ね目の方を、はい、調節しながら編んでいきます。
はい、こんな感じで V の字を作りながら、はい、ぐるっと一周編んできました。最後になりますね。最後はこの印のところですね。立ち上がりの鎖の3目めのところに引き抜き編みをします。この、V になったところですね。これが全部で36個あるのを確認してください。はい、そしたら次の段に行きます。はい、ジャーマンシェルステッチの2段目になりますね。2段で糸模様になります。はい、そしたらこの V の字になっているここの角のところですね。ここにかぎ針をこのように側に入れて糸を取ってきて細編みを編みます。はい、ここ印を入れておきます。はい、次は次の V になったところですね。ここですね。ここに長編みを5目編んでいきます。1、2、3、4、5ですね。はい、長編みを5目編んだら次の V のところですね。ここに、はい、針をこのように側に入れて細編みを編みます。これでお山が1つできたことになります。はい、次は次の V のところですね。ここに針を入れて長編みを5目編んでいきます。1、2、3、4、5、はい、長編みを5目編んだら次のこの V 字のところですね。ここに針を入れて細編み、はい、こういう形でこれで2個、はい、山ができましたので、次はここになりますね。ここに長編みを5目編みます。2、3、4、5、はい、そしてこの角のところですね。ここに針を入れて細編み、はい、こんな感じで角、この短いところですね。ここには長編みの山を3模様を作りました。はい、同じことをしていきます。はい、次はここに長編みを5目編み、そして次のところに細編みっていう形で、こちら側は山を6個編んでいくようになります。そしてこちらをまた3個、そしてこちらを6個編むっていう形で、はい、ぐるっと1周回っていきます。はい、こんな感じでぐるっと1周回ってきました。最後のところになります。はい、ここの細編みのところへ引き抜き編みをします。はい、これが細編みの目なんですけれど、ここに入れるのではなくって、この細編みの足の部分ですね。はい、ここへ針を入れて引き抜き編みをします。はい、こういう形で、はい、今からずっとここの細編みのところに入れていくんですけれど、この細編みの目でなくって足の部分ですね。ここに針を入れて、編んでいきたいと思います。はい、そうしましたら4段目に行きたいと思います。ちょっとここのところ書き換えましたけれど、鎖3目で立ち上がりを入れます。そしてさらに鎖を1編んだら長編みを同じところに入れますね。はい、そして鎖編み5目を編んで、ここのところですね、この細編みのところに長編みを編むんですけれど、細編みの目に入れるんでなくって細編みの足を割って入れるように、はい、長編みを編んでいきます。長編み1と鎖1、長編み1を編みます。はい、そして次の、細編みのところにまた、長編みと鎖と長編みを編むんですけれど、その間には鎖編み5目を編むっていう形になります。はい、ちょうどこの部分が、ここの土台の目を作る形になりますね。鎖編みの部分がここの部分になるんですけれど、ちょっとね目数の方は違いますけれど、はい、こんな感じでまた土台を編んでシェル模様を編むっていう形で2段で1模様になります。はい、同じことをずっと繰り返して1周回ってきたら、はい、立ち上がりの鎖の3目めに引き抜き編みをします。はい、これで4段目がおしまいになりますね。次5段目を編みます。このスペースから編み始めていきたいと思います。今までずっと鎖編み3目とか鎖編み2目で立ち上がりを入れていたんですけれど、はい、この辺りから、鎖編みとここが長編みっていう形になりますので、ちょっと雰囲気が違うので目立ってきますので、はい、ここは細編みと鎖1目、これを長編み1目と
することにします。はい、なんとなくこういうふうに編むと長編みの目に似ていますので、はい、今回はそういう形で編もうと思います。そのまま鎖編み3目で立ち上がりを入れる編み方でも、はい、それはお好みなのでどちらでも大丈夫です。はい、このスペースの中から、はい、細編みを1目、そして鎖を1編んだら残りの長編み4目を編みます。同じところから編みますね。そして前々段のこのシェル模様の真ん中の目ですね、5目編んでいる真ん中の目、ここに細編みを編みます。これちょっと目ずれてますけどね、ここの部分になります。はい、その時にこの前段で編んでいる鎖編みですね、これを編みくるむようにしてここに細編みを編みます。はい、そしたら次のスペースのところにまた、シェル模様を作りますので長編み5目を編みます。長編み5目を編んで、細編みを編む時にこの前段で編んでいる鎖編みを、編みくるむようにしてこのシェル模様の3目目のところに細編みを編みます。こんな感じで編んでシェル模様を作っていきます。はい、そしたらもう編み方の方はねずっと同じになります。はい、次の段に行きます。鎖編み3目で立ち上がりを入れます。印をつけます。さらに1目鎖を編んで糸をかけて同じところに入れます。はい、細編みの足の部分になります。これね、今入っているところです。はい、こんな感じで立ち上がりと鎖1、そして長編みを編んで V の字を作りました。はい、次へ行きます。次はここの細編みの足のところですね、ここへ、行くんですけれど、鎖編みを5目編みます。1、2、3、4、5、鎖を5目編んだらこの細編みの足のここですね、ここに針を入れて糸を取ってきて長編みを編みます。はい、そして鎖を1編んで糸をかけて同じところに長編みを編んでここでまた V の字を作りますね。こういう形になります。はい、同じことをしていきます。鎖を1、2、3、4、5、鎖5目を編んだら次の細編みのところにここですね、はい、足の部分に針を入れて長編みを編みます。そして鎖を1編んで同じところに針を入れて長編みを編みます。こういう形でまた次の段階のこの基本の V の字を作ることになります。ここでこう作ったことと同じになりますね。はい、そしたらこんな感じでずっと一周回っていきます。一周回ってきました。最後のところですね。今、鎖を5目編んだところになります。糸をかけてこの細編みの足の部分に針を入れて長編みを編みます。鎖を1編んで同じところに長編みを編みます。はい、そしたらあと鎖を5目12345 5目編んでからここの、はい、印のところですね、立ち上がりの鎖の3目目、はい、ここに引き抜き編みをします。こんな感じですね。はい、はい、次の段に行きます。次はこの V の部分ですね、ここに、長編みを5目編んで、そしてここはこの鎖と前段の長編みの3目目ですね、ここに細編みを編んで、そしてここの部分に長編み5目を編むっていう形で、はい、一模様こうずれる形になりますね。はい、そしたらここに長編みを5目編むんですけれど、この穴の中から針を出したいのでここへ針を入れて細編みを1目編みます。はい、緩めの細編み、そして鎖を1編む。はい、これを立ち上がりにして長編み1と数えたいと思います。鎖を編むと少し表情が違いますので、こういう形にしてなんとなく長編みっぽいかなと思います。はい、これが立ち上がりの目ということにします。なのでここがこれの目になりますね。今鎖を1編んだ目になります。この目ね。はい、そしたらこれで長編み1を編んだことにしますので、残り長編みを4目編みます。1、2、3、4、は
はい、これで長編み5目を編んだことになります。そしたらこのままでこの前段で編んだ鎖を、はい、編みくるむようにして長編みの真ん中の目ですね、はい、3目目になります。ここに針を入れてこの鎖編みを編みくるむようにして細編みを編みます。こうですね。はい。そしたら次はここにある V 字のところですね。ここに針を入れて長編みを5目編みます。1、2、3、4、5ですね。5を編んだら、はい、ここに来ますので、この長編みの3目目ですね。そこと、はい、この鎖を編みくるむようにして細編みを編む。はい、こういう形でこう留めながらね編んでいきます。はい、この、長編み5目がこう互い違いになるようになっていきます。長編み5目と長編み5目の間に、はい、次の模様が来るっていう風になります。はい、そしたら同じことをして一周ぐるっと回っていきます。はい、そしたらこんな感じでずっと、はい、長編みを編みながら一周回ってきました。最後ですね、今ここ細編みを編みましたのでこことつなげますね。はい、引き抜きですね。はい、印の目に引き抜き編みをします。はい、こんな感じですね。はい、次はまた、V の字をね作る段になりますので、はい、ここから始めたいと思います。はい、なのでちょっとこう下がるような感じね、戻るような感じでこの細編みの足を割ってこのように針を入れて糸を取ってきます。はい、そして先ほどと同じように、はい、細編みを編んで、そして鎖を編む、これを立ち上がりというふうにしたいと思います。こうね、印をつけておきます。そして鎖を1さらに編んで、そして同じところにここですね、ここに長編みを編みます。はい、これで、はい、V の字ができたことになりますので、次はここへ行きますね。はい、鎖編みを5目、1、2、3、4、5、鎖を5目編んだら糸をかけてこの細編みの足の部分ですね、はい、ここにこのように針を入れて長編み、鎖、同じところに針を入れて長編み、はい、こういう形でこの前段の長編みと長編みの、はい、間に V の字を作っていくっていう形になります。はい、で V の字を作ったら次は長編みをここに入れていくっていう形で、はい、2段で1模様になります。途中で色を変えたいので、これが今1模様2模様目、今から3模様目を編みますので、はい、この段を編んだら色を変えようと思います。はい、そしたらここへ行くのに12345を編んで、ここで V の字を作りますね。はい、細編みの足に、はい、鎖、同じところに入れますね。はい、こういう形にしてこの模様を仕上げていきます。はい、そうしましたらぐるっと回ってきて最後のところになりますね。はい、ここに細編みを編んで、はい、そして立ち上がりのこの細編みと鎖を編んだ目ですね、ここへ引き抜き編みをします。はい、3模様ですね。段数で言ったら6段編んだことになるんですけれど、これで、色をね変えようかなと思います。動画的にはこの白の方が見やすいんですけれど、編み方は同じなので、普段あまりね使うことが少ない黒をね入れてみようかなと思います。はい、ここで一旦糸をカットしておきます。はい、これはまた後でね、後ろで糸始末をします。はい、そしたらこの角からいきますね。はい、結び目を作ってからこの状態ね、これから始めていきます。次の段はまた V の字をね作る
はい、段になりますので、この細編みのねこの足の部分からやっていきます。はい、長編みを編むようにこのように糸を1回引っ掛けた状態でここに入れますね。はい、そして糸を取ってきて、はい、長編みを編みます。はい、これが長編みの目になりますので、ここに印をつけておきます。はい、V の字を作っていきますので、ここは鎖1、そして同じ目に長編みを編みます。これで V の字がね1つできました。そしたら同じことをしますので、3、4、5、鎖5を編んで、次のここですね、ここに V の字を作ります。鎖長編みですね。はい、こんな感じで、土台の V の字を作って、次は長編みで、編むっていうこのね今までと同じ編み方を黒で、一模様編んで、その次にまたこの色で一模様、そしてその上に、黒で一模様っていう感じで、こんな風にねしていきたいと思います。ここ3段編んで、そしてこの色のところがこちらは黒を使います。そして、一模様を土台の色で編んで、そしてまた黒で一模様を編んでという形にしますね。2模様をこのラインがいくようにします。そして新たに5模様こう編んで、はい、バッグに仕上げていこうかなと思います。立ち上がりのところなんですけれど、これずっとね斜めにこうずれていくんですけれど、ちょっとボコッとしてるかなとも思うんですけれど、持ってしまえば分かんないかなと思います。はい、そしたら、どんどんね編み進めていきたいと思います。はい、ちょっと糸かえのところをねやっておきます。今黒で2段一模様ですね編んだところになります。で、最初の立ち上がりのところに引き抜き編みをしたら、はい、その都度ね糸をカットしながら、はい、編んでいきたいと思います。これ鎖1編んで、そして糸をカットしますね。はい、この辺りで、引き抜き編みで糸を変えるとどうしても糸がね渡ったりしますので、はい、その都度その都度糸を、はい、カットして新しい糸をつけるっていう形で編んでいきます。はい、そしたらここで結び目を作ったら、はい、入れるのはもうここでもここでもどちらでもいいんですけれど、ここにしますね。一つ進んだところねここにしたいと思います。糸をかけてここね押さえておかないとコロンとなっちゃいますので、そして細編みの足に目を割るように入れて、そして長編みを編んだらこの目に最後引き抜くようにしますので、印をつけて鎖を1編んで、はい、そして長編み、こういう形でまたスタートするっていう風にした方が、立ち上がりのところに糸が渡ったりしなくて綺麗に、編めるのかなと思います。はい、そしたら、この土台の糸ですね、これで、一模様2段ね編んで、そして黒で一模様編んでっていう形で、はい、高さをね出していきたいと思います。